さあ、今回はハードオフにやってきました。おなじみのジャンクコーナーです。やっぱりね、この辺のジャンク DVD とかカセットテープとかから僕は見るかな、いつも。もうね、ジャンクゲームではね、そんなにね、大きい掘り出し物ってないから、カセットテープとかは、たまにね、最近あんまないけど、演歌以外のアルバムのカセットがあればラッキーかな、みたいな感じはしてますね。で、DVD とかは本当にサブスクにないやつがあればラッキーかなっていう。サブスクになくて見たかったってやつがあればラッキーかなみたいな。これとかもね、演歌じゃなくて、なんだっけ、谷村新司とかの、の人なんだよ。そうそう、結構、僕好きな人なんだけど。ここら辺はちょっとレトロゲーム系かな。PC98 とかのやつかな。パソコンゲームみたいなのかな。でね、VHS とかもね、最近はね、このハードオフ本上店さんなんですけど、結構レアなやつとかはそこそこの値段ジャンクでもつけるんで、なかなかね、掘り出し物っていうのはないかな。で、CD コーナーなんですけど、CD もジャニーズがサブスクになかったんだけど、最近ニュースがサブスク解禁になったりしてるんで、これからどんどんジャニーズもね、旧ジャニーズか、サブスク増えていくのかなってなると、本当にもう買うのは、僕だったらラジオ、本上 FM で流す用の特撮系とかアニメ系とかの CD ぐらいかなっていう感じになっちゃうんだけど、そういうのって特撮とかアニメ系の CD って結構高いからね。ジャニーズとかは安く買えて、この辺のカトゥーンのやつとかすごいおすすめなんだけど、今はまだサブスクで聴けないから CD 買うしかないけどね。今さっき見せたね、2枚のアルバムはすごいおすすめです。いい曲いっぱい入ってる。6人組の時のやつが多いかな。そしてキーボード。最近ね、ここのハードオフ結構キーボード入荷するんだよね。箱に入ってても状態が悪かったりしてジャンクみたいな扱いなんだけど、あとは動作確認をしてないためジャンクみたいな感じもあるんで、結構こういうのとかさ、Amazon とかの新品価格調べると結構1万円弱するのとか普通にあるから、それに比べたらすごい安いなと思います。これのね、3色ケーブルのこの変換のやつ、変換じゃないの、切り替えができるやつ。いっぱいね、レトロゲームとか持ってる人とか VHS とか見る人とか便利かな。テレビの入力には限りあるし、ケーブルもね、こちゃつくからね、1個持っとくといいのかなっていう。こういうね、スマホをね、寝ながらスマホ見るときとかこれいいよね。なかなかでも固定が難しいんだよな。あと、いじりづらい、つけた後。これね、スマホのね値段がね、ちょっと面白かったけど。スマホの広角レンズとかも一時ハードオフすごいいっぱいあったんだよ。売れたんだろうね。だから最近 iPhone が広角カメラつけちゃったからだいぶ需要が減ったのかなっていう。ナルトだ。DS。説明書欠品なんだ。でもこれ一応値段ないんで110円かな。レトロゲーム系はレアなのが安くあることはないんだけど、ほぼね。欲しかったり遊びたかったりするやつが110円とかであれば、すごい楽しく遊べるかな。DS 本体とか持ってればね。3DS か DS ライト持っておけば結構いいと思うんだけど。太鼓の達人のバチだ。UFO キャッチャーの景品であったね、昔。そう、コントローラー系もちょっとずつ値段上がってるんだよね。880円は最近にしては一番安い方かなとは思うけど、前はね、330円ぐらいだった気がするけどね。Wii リモコンだ。330円は安いのかなっていう。カメラバッグ550円か。結構便利だったりするからね、カメラバッグとかって。YouTube の撮影機材とか、撮影機材に限らずね、モバイルバッテリーとか入れる人とかもいいんじゃないかな。電子機器とか持ち運ぶときにはすごい便利なんだよね。僕も結構持ってますよ。そしてラジカセコーナー。全部この辺もジャンクですね。で、デッキ系かな。ビデオデッキとか DVD プレイヤーとか。こういうね、
ポータブル DVD プレイヤーで画面が大きいやつ、僕結構好きなんだけど、リモコンはね、あった方が便利かな、一応。僕が今使ってるのポータブルブルーレイプレイヤーなんですけど、やっぱりリモコン使うから、で基本的な操作全部リモコンでやっちゃうから。でもね、サブスクがね、良すぎるから、今はタブレット買った方がいいかなっていう。こういうね、メトロノーム、たまにここのハードオフね、ジャンクコーナーに安くあるんですよ。で、ジャンクゲーム機とかのこのジャンクコーナーね、ジャンクショーケースになるんですけど、たまに安かったりもするけど、すぐ売れちゃうね、本当に。で、ジャンクデジカメとかも最近ね、結構高いからね。なかなか100円、200円、300円とかでバン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 投げ売りされないからね、もうね。なんかピンクの、これ、一眼のデジカメかなね、ちょっといいね。値段も安い。でも壊れてるからね、基本がね。ジャンクだからって全部が壊れてるわけじゃないんだけど、カメラとかはね、こういう高額品とかは結構、ちゃんと壊れてたりするからね。お店側が動作確認、めんどくさいからいいやって出す場合と、高額ジャンクとかになってくると、ちゃんと確認した上で壊れてたからジャンクにしますみたいなパターンとあるんでね。で、楽器類ってこっちがスピーカーかな。なんだろうこれ。パソコンのスピーカーとかはね、結構ハードオフのジャンクで安く買えますね。僕今使ってる NEC のやつとか、昔ハードオフで100円で買ったやつなんですよ。それずっと使ってるからね。ガンダム。これはレコードかな、レコードの掘り出し物探すのも大変そうだよね。ライバルが多そうなの。いつもみんな探してるもん、おじさんたち。ライバルが多いし、お店側もちゃんと値付けするから、レコードのなんか掘り出し物ってどうなんだろうね。今でも探せるものなのかな。これね、ゲームソフト、レトロゲームとかももう、びっくりするような掘り出し物ってなかなかないんじゃないかなっていう。これ値段が違ったりするのとかね。こういうので多少安く買えたりはするんだろうけど、あと、探してたのがあったとかはあるんだろうけど、欲しいものが、激安っていうか値段付け間違えてないぐらい安い時とかって、あと投げ売りとか、あんまないのかな。あとあってもライバル多すぎて、みたいな。となるとやっぱりまだおもちゃの方が掘り出すものはあるかなと僕的には思うんだけど、どうかな。ゲームって結構相場決まっちゃうからさ、すぐ。ノートパソコンですね。なんか Windows 7とか8とかでなんか安いなんか気がしたんだけど、今回。どうなんだろうね。今となってはもう7って使い物にならないのかな。なんかノートパソコン欲しいんだけどね、YouTube に動画アップしたり、YouTube 見たりするだけでいいんだよ。動画編集はしないけど、本当は理想はね、出先とかで軽い動画編集できたらいいんだよね。ちょっとジャンプカットしたり、あと、ナレーション入れたりして書き出せてとかできればいいんだけど、そうなってくるとね、かなりスペックが足りないのかな、やっぱジャンクじゃ。ノートパソコンな15,000円ぐらいでなんかほんといいのを探してるんだけどね。レノボだ。こういうの昔持ってたな。なんか YouTube 見る専用で使ってた気がする。僕のは Windows 7だったかな、これ。その時もハードオフで安く買ったんだよね。あとね、デスクトップ PC もね、なんか難しい編集とかいっぱい、難しいっていうかなんか、ね、たくさん編集とかできるような、僕のね、パソコンだとグラフィックボードが多分足りないみたいで、僕が編集したいソフト、使いたいソフトにね、を動かすには、そこを買い替えたいです。自作したいけど、自作しなくてもなんかコスパ的にどうなんだろうね。ということでね、ハードオフ、楽しいですよ。皆さんも行ってみてください。それではまた次回。バイバーイ。